こんにちは。クラウドリマレーシアのウェイです。いつも動画をご視聴いただいてありがとうございます。今日の動画ではマレーシア大学留学の魅力トップ10を皆さんにシェアさせていただきたいと思います。マレーシアの大学に興味のある方はぜひこの動画を最後までご視聴ください。では始めていきましょう。マレーシア大学留学の魅力ナンバーワンは全ての授業が英語でという点です。マレーシアの私立大学では全ての授業が英語で行われています。もちろんテストやプレゼンテーションなども英語を使うことになります。授業の時先生と会話したり先生に質問したりする時も基本的に英語のみを使います。英語を使う時間がかなり長いため卒業するまでにはすごく英語力が身についてくると思います。そうすると将来の就職にはすごく役に立つと思います。マレーシアでの就職、またはその他の海外での就職、日系部門に入社、外資系企業に入社など選択肢が広まります。魅力ナンバー2は学費が安いという点です。マレーシアの国立大学の年間授業料は20万円から50万円程度です。私立大学の場合は50万円から120万円程度になります。しかもほとんどの学部、特に文系学部は3年間で卒業することができますので、とても費用の節約になります。ちなみに英語集中コースから開始する場合でも4年間で収まります。魅力ナンバー3は生活費が安いということです。マレーシアの物価は日本の3分の1だと言われています。マレーシアにいる多くの大学生は月5万円から7万円で生活しています。これは寮費込みの金額です。寮費は部屋の設定、つまり1人部屋または2人部屋、エアコン付きつかないなどによって多少変わってきますが、月 2,3 万円になる場合が多いです。あとは食事ですが、大学の中のカフェテリアで食事をとりますと1食でだいたい200円から300円になります。すごくアフォーダブルです。あとは生活費ではないんですが、エアアジアで帰国すれば航空券は往復で2万5千円から3万円程度になります。ただし予約のタイミングにもよりますので、できるだけ早めに予約をした方が安く購入できるかと思います。現在はクアラルンプールから大阪、東京、札幌、そして福岡に直行便が乗り入れているようです。魅力ナンバー4はいつでも入学できるっていう点です。マレーシアの大学は日本と違って入学時期は年に何回かがあります。年に5回ほど学部の入学時期がある大学もあります。英語集中コースが毎月ある大学もあります。例えばマレーシアの APU 大学です。 APU 大学の英語集中コースは年に12回の開始日、12回の入学時期があるので、仮に入学時期を逃してしまってもその翌月に入学すればいいですので、大きな問題にはならないと思います。魅力ナンバー5は成績が良くなくても入学できる点です。マレーシアの多くの大学に出願したい場合、日本の高校卒業資格があれば基本的に可能になります。高卒認定を認めてくれる大学もあります。原則高校3年時の成績が審査されますが、大学によって3年間の成績を見る場合もあります。平均5分の3が合格の目安にしていただいてもいいと思います。大学によっては3科目または2科目が5分の3以上あれば合格できるということになります。ほぼ全員が合格もらえるっていうイメージです。魅力ナンバー6は英語ができなくても入学できることです。他の留学先と比べるとマレーシアの大学の英語基準は低めに設定されていると思います。例えば学士号課程、つまりディグリープログラムでもIELTS5.0 または TOEFL34 点で入学できる大学または学部もあります。ディプロマプログラム、つまり短大なら IELTS4.0 または TOEFL31 点で入学できる場合もあります。また
仮に英語スコアを全く持っていなくても、マレーシアの大学に入学した後に大学内の英語集中コースを受講して、マレーシアで英語基準をクリアすることを条件として入学することが可能です。これは条件付き入学と言います。魅力ナンバー7はダイバーシティを体験できることです。ダイバーシティというのは多様性のことです。このダイバーシティは企業などが競争力を高める要素として注目されています。マレーシア自体はマレー系、中華系、インド系などのマレーシア人から構成される多民族、多文化、そして多宗教の国です。さらに世界各地から留学生が集まっていて、アジアで最も多様性を実感できる場所になっています。例えば APU という大学では世界130国以上から留学生が集まっていて、総生徒数、留学生の比率は総生徒数の 50% を占めていると言われています。留学するなら単一民族の日本のような国ではなく、マレーシアのような対極にある国の方が真の異文化体験ができると思います。魅力ナンバー8は大学学部の選択肢が豊富という点です。マレーシアは世界トップクラスの総合大学から専門学校まで高等教育機関の種類が豊富です。世界ランキング上位の大学の学位を取得したい場合、今からリストアップさせていただく大学名をご参照ください。京都大学と同じレベルのオーストラリアのモナシ大学マレーシア分校、そして大阪大学と同じ水準を持っている国立マラヤ大学、東北大学と同じ水準のイギリスノッティンガムマレーシア分校、あとは北海道大学と同じレベルのイギリスランカスター大学の学位などです。学部の選択肢を言うと、ビジネス経営、ホスピタリティ、マスコミ、IT コンピューター、エンジニアリングなど主要学部があります。その他にも料理芸術、アートデザイン、ゲーム開発、映画制作、音楽、キャビンアテンダントなどの学部があります。キャビンアテンダントは大学ではなくて専門学校での学習になります。魅力ナンバー9は海外大学の学位が取れることです。マレーシアのいくつかの大学にツイニングというシステムがあって、2年間マレーシア、1年間海外で勉強することにより海外大学の学位が取れます。海外というのは基本的にイギリスやオーストラリアなどです。3年間マレーシアだけで勉強して卒業した時に海外大学の学位が取れるプログラムもあります。例えばインティ大学の3+0のツイニングプログラムです。卒業した時にイギリスのハートフォードシャー大学の学位が取れます。そして ADP アメリカンディグリープログラムっていう単位交換制度でアメリカやカナダの大学からの学位が取れるプログラムがあります。このプログラムは通常4年間かかります。2年間マレーシアで、その残りの2年間はアメリカまたはカナダの大学で学習するパターンになります。 ADP を言えばインティ大学も結構盛んです。デュアルディグリーというシステムもあります。海外の大学に行く必要は基本的にありません。マレーシアで勉強して卒業時にマレーシアの大学と海外提携大学の両方の学位が取れるプログラムです。授業料が倍かかるわけではないのでお得だと言えます。このデュアルディグリープログラムの例を一つ挙げると、サンウェイ大学とランカスター大学のデュアルディグリープログラムがあります。最後になりますが、魅力ナンバー10はマレーシアは超親日ということです。マレーシアはマハティール第一次政権時、日本をお手本とするルックイースト政策を推進しました。その結果、1980年代から日本へ留学するマレーシア人が増えてきて、今までも続いています。一方、日本からマレーシアへの留学は 7,8 年前から始まったばかりですが、毎年急増しているのは周知の通りです。
日本、マレーシアはお互いにリスペクトする素晴らしい関係にあります。留学するならこのような関係の国の方がいいかと思います。以上がマレーシア大学留学の魅力トップ10となります。いかがでしたか？この動画を見て何かご感想がありましたらコメントをいただけると嬉しいです。この動画を見てよかったと思う方はいいねをお願いします。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今日の動画はここで終了いたします。では次の動画でお会いしましょう。